このチャンネルは人体の素晴らしい機能を紹介して、でこれが偶然だとか自然に徐々に良くなってきたと思われるのか、それとも背後にデザインというか計画があって偉大な創造者が人間を作ってくださったと思われるのか、事実を知った上で自分の頭で皆さんに考えていただきたいなと思って始めました。で手始めに私の専門である心臓を取り上げて、私たちの心臓っていわばできすぎもう、そういう臓器なんですけど、なんでそんなことが可能なのかっていうことを説明しました。最大の功労者なんてちょっと変な言い方になりますけども、すごく大切な心臓のリズムについて、説明してきたんですけれども、組織の名前とか、次々出てきたもんですから4回お話ししたんですけど、ちょっと難しいなってお感じになっている方がいらっしゃるかもしれませんね。ここまでの心臓のリズムの話をおさらいしたいと思うんです。それ助かります。あと先生、もっとゆっくり喋ってほしいって声もあります。マジで、ごめんやで、でそれでね、生きていく上で心臓が十分働いてくれないと困るんだってことはもう皆さんなんとなく分かってらっしゃると思うんですけれども、実際の数字で言うとどれぐらい働いてくれてるのかっていうことについて多くの方ご存知ないと思うんですね。1回目はその話をしたんです。具体的な心臓の仕事量は実はすごい量、凄まじくってですね、安静時で1分間に5リットル、ペットボトル10本相当の血液を体に送ってくれてます。これは1日にするとペットボトル1万5000本っていう、普通の人はちょっと想像つかないかなっていうぐらい、見当つかないようなめっちゃめちゃな大量なんですけど、これ安静時の話で最大運動時ってことなんです。そのまた5倍なんですね。ぶっちぎりの仕事なんですよ。ところがですね、この仕事をしてくれてるのが心臓の中でも左心室っていう部分なんですね。で心臓は4つの部屋に分かれてるんですけども、この左心室っていうのは一番大切なお部屋になるんです。だけどその左心室っていうのが一番大切っていう割に、そんなペットボトル1万5000本なんてもう全然考えられないぐらいちっちゃいんですね。具体的に言うと正常な左心室ってそのご本人のげんこつぐらいの大きさしかないんです。でそのげんこつを取り巻く筋肉っていうのが心筋で、これが働いてくれてるんですけども、この心筋の厚みっていうのはこれ意外に薄くって1センチぐらいしかない。ここまでのことを大体1本目でお話ししたんです。で私たちとにかくものすごく優秀なものを持ってる、心臓を持ってるってことなんですよね。ありがたいです。もうでここまで OK ですか？ OK です。心臓ががっちりした腕の救急隊員さんのそのまた何倍もの仕事ができる最大の秘訣が心筋のシンクロだったって話でした。そうそうでもうちょっと嬉しそうにしてもいいんだけどいいや。でそのシンクロがすごいんですよっていうのを2本目から4本目までお話ししたんです。シンクロがすごいって言いましたけれども、効率がいいとか悪いとかっていうようなそういう次元の話じゃなくて、実はシンクロしてくれないと命がないんですよね。で2本目の動画では心臓ってもう豆電球もつかないぐらいもう弱い電気が流れて心筋が収縮して動くんですよっていう話をしたんですが、その電気が決まったルートだけを流れるおかげでシンクロするんですね。で心臓電気で動いてるわけなんですけれども、電気だからってもうあっちにもこっちにも流れちゃったらもう即死しちゃうんです。全くシンクロしなくなった状態が心室細動っていうんですけれど、実際モニターの波形で心電図は波があるんだけれども、血圧がスパーンとなくなっちゃうのをお示ししましたよね。であれ、究極の心室細動で究極の状態なんですけど、あそこまでいかなくても心筋がもうバラバラに収縮しちゃって、もうこんな風になっちゃったらもう役に立たないんですね。やっぱり常時息も絶え絶えで、もう繁殖なんてもう夢のまた夢、もう、そんな動物敵に追いかけられたらもう絶対逃げられなくて餌食になるしかないし、自分の餌も取れなくても生き残るなんて無理なんです。でそうじゃなくてもう全体をこうやってギュッギュッとほぼ同時に収縮するから、ペットボトル1万5000本で超ド級の仕事ができるんです。だけどなんで100億個もあるって言われてる心筋の細胞が同時に収縮できるかっていうと、これが電気が決まったルートだけを流れるようになってるってことがすごく大きいんですよね。でそのことが私たちの体で実現してる、そのおかげで私たち今日も元気に生きていける。みんな次から次へともあの人もあの人も次から次へと心室細動を起こして、昨日は彼が、今日は彼女が、明日は俺かなんて、そんなことではありませんよね。ここでめっちゃ感謝なの分かります？だけどなんで決まったルートだけを流れるんだろう。それが自然にそうなったなんてとても思えないくらい不自然なんですよね。そうそう、
特に2つの要素がめっちゃ大事で、しかもめっちゃ不自然なので、それを3本目と4本目でお話ししました。3本目は私たちが生まれる前、お母さんのお腹の中で、しかもかなり早い時期に心臓の中の一部、心房と心室の間の部分なんですけれども、そこに組織の変化が起こって、その結果電気があっちこっち自由に通れないように、要は絶縁されるんですね。そのおかげで一旦心房の四方に流れた電気がまるで避雷針かバスターミナルみたいに一箇所に集まるっていうお話をしました。その絶縁されない場所が房室結節と、その先の膝側っていう名前で必ずここを通るようになってるんでしたよね。しかもその絶縁されない場所というのがまさにピンポイントの選びなんでしたよね。そうそうで、心房と心室の間ってこの手のひらぐらいの面積なんですけど、この手のひらぐらいの面積の中で 2,3 ミリのワンポイント1箇所だけ、それももう個人差なんてないんですよね。すごい狭い定位置だけが残るんです。でそれ以外は絶縁される。でこんなこと、そうなるように計画されてなかったら起こらないですよね。めっちゃめちゃ不自然その1なんです。しかもその絶縁が穴だらけ、あちこちちょっといまいちのところがあったらとんでもない不整脈が頻発することになるんで、これ生存に不可欠なんですね。でも私たちにそれが実現してるんです。すごくないですか？でそれから4本目にお話したのはそのめっちゃ不自然なその2なんですね。で心臓の中にもともとは心筋のくせに収縮にはあまり関係しない代わりに元気を通すことにかけても圧倒的に速いプルキンエ線維っていう組織があることなんです。で、電気がこのルートをよそよりもはるかに速く流れるので、事実上そこしか流れないってことになるんですね。で実際どれぐらい速いかってことなんですけれども、口で言うの簡単ですけどもリアルに想像できないぐらい 0.03 秒とかってもう唖然とするような速さなんですよ。でそういう話をしました。4本目でもしプルキンエ線維なんてなくて電気がどこも同じようなスピードで流れちゃって、ある時はルート A あるいはルート B で、だけど時にはルート C とか D とかやっぱり A とかなんて言うんじゃもう心臓は整然と働けないですよね。で当然不整脈だって一体どんなのが出るんだか、もうそんな人がいないのでこれ想像になりますけど、どえらいことになると思うんです。私たちはプルキンエ線維を持ってますけれどもすごく特殊で、それを持ってることがね生死を分けるぐらい重要なんです。もうありがたいことですよね。だけどよく考えたらもともとは同じ心筋だったはずなのに、その一部が電気を流す専門の組織になって、しかも位置が大体決まってて、こんなの生まれる前からそういう風に計画されてなかったら起こらないことじゃないですか。あまりにも作為的だと思うんですよね。めちゃめちゃ不自然その2なんです。本当ですよね。そしてここまでがすでに YouTube に公開した内容ですね。はい。で問題はこういったことがちょっとずつ良くなってきたのかってことなんです。でもし大昔は絶縁がうまくいってなかったからもうみんな致命的な不整脈を起こしてもう次から次へとバタバタいってしまって、もう繁殖なんてそんなのもう全然無理ですよね。でプルキンエ線維なんて存在しなかった場合も同じです。どのルートを電気が通るか風任せでシンクロどころじゃない、いやこのままじゃやばくねとかって言ってる間もなく全滅ですよね。ですから最初からもう現状に匹敵するぐらい優れた状態だったってことじゃないと、もうちょっとずつバージョンアップだとかもっともらしくけどもっともありえない、偶然そういう絶妙な遺伝子プログラムを持ってましたなんていうが、それだってもうどえらく非現実的だけどまだよっぽどマシなぐらいです。で実は心臓のシンクロに関してはめちゃめちゃ不自然なその3あるいはその4っていうのもあって、これはまた改めてお話ししますね。わかりました。じゃあ復習はこんなところですね。ついでにちょっと予習もしときますか？そうね、OK、あと4回お話しする予定です。で1回目つまり5本目はですね、なんで私たち寝ていても心臓働き続けてくれるのか、あるいは運動しててそれに必要なだけ心臓が打ってくれるのかっていうお話で、自動脳っていうのはキーワードです。でその自動脳を持ってる場所っていうのは1箇所しかないと、そこがダメになったらもう心臓も止まっちゃってアウトですよね。でもそうなってないんです。でそれどころかもう何重にもバックアップがかかってるでという話。それからもうあっちもこっちも自動脳を持ってるならなんで指令が入り乱れてバトルにならないかっていう話もしようと思います。6本目はバトルになったと思われる日本昔話を紹介するのと、それから電気が 0.03 秒とか 0.04 秒とかって
超スピードでズドーンと、流れるとすごそうなんですけど、実はこれかなり都合が悪いんですね。その理由をお話しして、実際人間の心臓は実はそうなってないんですよ。で、電気の通路が一人時間差を演出してズドーンと流れないようにしてくれてるんです。でもこれどう見ても虫が良すぎる、めちゃめちゃ不自然なその3、これが1本目ですね。で、7本目は一人時間差っていうと、一般的にはバレーボールの技なんですけど、よく検討してみると心臓の場合は別の陸上競技の方がしっくりきますという話をします。で、最後の予定の8本目では心筋という組織、これがですね、人体の他の場所ではまずお目にかからない、一昔のある漫画に出てくるオンボロアパートみたいな構造になっていて、それがなんだかそう聞くと哀れに聞こえますけども、実はこの状態がすごく大事なんで、もうめちゃめちゃ不自然なその4になりますけども、そのお話をしようと思います。で、一応これがこの先の予定ですけども、とにかくそのめちゃめちゃ不自然っていうのが全部皆さんの中に実現してて、心臓のシンクロだけじゃなくて、そんなあれこれのおかげで心臓すごい仕事してくれてて、それで私たちは元気に生きていくことができてるんですね。全て与えられてるっていうふうに考えられます。それがどんなに感謝なことか知っていただきたい。で、こんな感じでこの先お話していこうと思いますので、よろしくお願いします。